始まるかね。いや、こんばんは。D ラボ模型研究所所長のウリです。です。今日、たやきさんのキット代理で作るぜライブ。まだ動いてない。まだ動いてない。動き始めるかな。なんか骨が変になった。はい、始まりましたね。石塚さん、まえまえさん、てんてんさん、わきさん、向こう側 S さん、いらっしゃいませ。こんばんは。ありがとうございます。グッドボタンありがとうございます。飛ばせない CM がついている。高いですね。高いやつ。5つ星ホテルが認めた香りと肌触りついてる。レノアハピネス。うちの家の洗濯のやつ、これですよ。おお、いい匂いのやつですね。はい。なんか映ってる。これ、アームが映ってる。ちょっとあんま言えんけど。何があったんですか。なんかよく面白い感じなんかね。ビフォーアフターこっちのまでの。うん。あんま言えんけど、ね。何があったんだろうか。面白い動画を見せました。面白いね。ひまじんまーくんさん、りゅうれさん、いらっしゃいませ。こんばんは。ありがとうございます。はい、いらっしゃい。向こう側さん、これね、設定時間ね、時間設定しないでね、ペットするとね、そうなるんですよ。なんか昨日は休みだったみたいで寂しかったです。ごめんなさい。昨日はね、あたりんがライブをするので、毎週月曜日はお胸で下が見えないあたりが一生懸命ガンプラ作ってますの方で作りますの方でライブをしますので、こっちのね D ラボは動画を出すんですけど、よいしょ。そう、まえまえさん、旅売りさん、わちさん、旅がって旅さん、いやもう今日びっくりしたの、本当に。今日ね、両方チェックの柄を履く予定だったんですよ。チェックの柄の旅にしようと思って、チェックの柄左取って右もなんか見らずにパッて取って履いてったらあの感じになってました。全然気づいてなかった。何やって神田うののはい親戚、弟はい。がやってる芸人、ああはいはいはい。アホの極み。もうほんとびっくりした。もう本当に。向こう側さん、大きい人、そうです。あれはあれで癒されてください。大きい人。そう、びっくり。本当しかも接客を一客終わらせた後に気づいたんですよ。あれ、なんか今日旅、あれ、片方ずつ違う。残念な人だなって思われるお客さん。いや、わかんない。もうずっとね、座ってたからあれなんですけど、膝立ちしてたから多分見えてないんだと思うんですけど、これはこう自分からカミングアウトするべきか、気づかれるまで黙っとくかどうしようと思って、結果気づかれるまで黙っときましたが、誰一人として気づいてない。気づいてるけど声をかけないのかよくわからない。アホな極み。まあさん、ビワ美味しかったですよ。ありがとうございました。ジューシーで。ショートも一応作る、ね。そうそう。今日ね、さっきあげようと思ったんですけど、直前であれしたんで、今日ライブが終わってから。どんだけ大きいかっていうショートを作る予定でございます。そうなんです。ありがとうございます。ジューシービワさんでした。みなみさんいらっしゃいませ。こんばんは。ありがとうございます。高評価ポツリありがとうございます。足元何人に確認されたのかな。いや、意外とね、見てないと思うんですよ。歩いてる時とか絶対見てないからあれなんですけど、接客してるとね結構旅を探しに来るお客さんとかには足元見られるんで
れですよ、確認のために足元見るんですよ。私の足元を見てるわけじゃないんですよ。日本語難しいな。見てるので、あれがねカタカタで旅探しに来てる人だったらちょっとねどうしようかなと思ったけど白旅を見に来てた人だったからまだよか。あれはあれでファッションだと思えばいいかな。でも靴下も片方ずつ変えて履くとかありましたよね昔。やったね。流行って最ました。初初めてただ間違えただけじゃん。そうなのかな。シノラーとかじゃなかったですっけ。だいぶうちの兄貴の年代のやつやったよ。ああ、だいぶじゃあ古いですね。 60歳ぐらいの人が、のアメリカが好きな人が多分やったと思う。さっきコメントで傭兵部隊さん書いてくれてたんですけど、コンバースのスニーカーを色違いで履いてるのはシンディ・ローパーが流行ってたからって書いてて、あ、なるほどと思ったんですけど、その年代ってことですよね。シンディ・ローパーよりちょっと上ぐらいかな。アメリカでとりあえず流行ってたんですね。なるほど。うちの兄貴おしゃれさんを自称してたので、はい。友達とそれこそコンバース、色違いで、はい、いくつ交換して入ってまして、へえ。いち早く間違えてんで突っ込んでたらわざとやる突っ込まれたくないとこを突っ込んだんですね。いち早くそういうおしゃれさんしてたんですね。ふすまに英字新聞を貼ってました兄貴は。おしゃれ。そして兄貴のベッドの枕元にうんちをつけてあげました。コリコリやったんですね。最低こびりつく。向こう側さん、足袋の販売をねしてるわけではなくて、和装全般をね販売してるんですよ。着物とかね、それに付随するものって全部やっております。逆だ。今年もパイセンと4区では勝負できなかったからな。4区の方が得意なんだけどななんかね、パイセンもスケジュールとかその当日のスケジュールなんかすごいらしいですね。タイトらしいね。ねえ、どれで勝負しますかって言ってたけど。そう石塚さん、そうなんですよ。色違い左右ねカタカタで履いてたんですよ今日。比較動画というよりはなんかね、どれぐらいのビワが大きいんだよっていうのはちょっと撮ったんですけど、私がね持ってみましたビワ。でも大きかったな。ゴルフボールぐらいはありますよね。いやもうちょっともっとあるか。ほんと大きくて、でもあれね、あの大きさでまいまいさんがメールくれてたんですけど、下から2番目らしいんですよ。もっとでかいらしい。いや十分大きいよねと思って。すごいですよね。ジュラシックパーク時代の時は原始原初の時代みたいな、その可能性もある。あれよりさらに大きいサイズがあったんです。でかすぎてもと思って。すごいよね。あれより大きかったらもう本当野球ボールぐらいになるのかな。発育のいいビワですね。あ、ひなみさん、コンペの質問。ギャンってテキサスコロニーでの再現中なのですが、コンペの陸戦に該当しますか？大丈夫ですよ。地上っぽいところをいただければ、コロニー内でも OK。陸戦って言い張ろう。OK。コンバースのハイカット左右色違い。いいですね、おしゃれ。
あのね、出雲大社の動画は最近上げたんですけど、あれ行ったの自体は3年前ぐらいですよね。3年前で、その時は全然そういう販売してなくて、女の子がシャチホコになってた。そう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 なんですよ。それはね、全然その時は全く着物関係の仕事はしてなくて、ただ趣味で着物着てました。着て、大輝はまだ坊主やったのにね。そうちらっと大樹さん写ってますけど、一緒にね行ってもらったんですよ、保護者で保護者同伴みたいな。本当あたりも行かれてな。そうなんですよ。広島でね、カントリーさんと合流して、でカントリーさんも島根まで行く予定だったけど邪魔されたんですよね。確かお祓いするってカントリ言って、ーのお祓いをしようって言って4人で行くはずやったんやけど、あたりんとカントリーは来なかったよね。そう、おそらく何者かに霊的なものに邪魔されたんじゃないかっていう噂なあ。全然直前まで行けるって言ってたのにね、急に仕事がってなりましたね。それためにね、パイセンボロボロにする動画を期待してますよ、わっちゃんが。いやー、一応パイセンは JMRCA という組合、日本で一番格式の高いところの 2WD 全日本チャンピオンだからね世界の広坂正美を唯一倒した男みたいな。負けられない戦い。それはもうね、弱小っていうかしてる、タミヤと比べたら弱小メーカーの、所属してたね、佐伯ぐらいに負けると過去3勝勝ったけど何遍か勝ったけど、勝ってるけどね向こう側さ、友達のがビワより大きいですよね。友達のがどこ何ねるさんありがとうございます。ゲルググが手に入らない。ゲルググ再販ないですね、そういえば。どっちだろう、メナースとかじゃないですよね。普通のゲルググってことですよね。でも人気だからね。すぐなくなっちゃう。中川さんがたやきさんこう思ってやったってあの時坊主だったからですね、余計に。今坊主じゃないのでプリチプリチボーイですよ。怖いのは目つきだけそう集中して物を見るときとガチでちょっとこいつ何って見るときぐらいね。ラーメンさん、ビアガリ30分で女性は20個前後、男性は15個前後は食べるみたい。平均、結構食べますね。その後お昼のこと考えて15個ぐらいでやめときました。でも大きさよ、こんな大きさなんですよ本当に。これはちょっと言い過ぎだけどね。このぐらいはあるかな。このぐらいのサイズ、猫ちゃんの削り器。このぐらいのね、ほんと私の手のひらに乗せるとこんぐらいっていうサイズをちょっとショートであげるんですけど、このぐらいのサイズ感のものを15個もしかしたら食べ放題の方だからちょっとちっちゃいのかもしれないけど、でかいよね。さっきの人の一発目の動画、これ本当だ。後で見る。70年代ですね、本当。やろ。さっき直前までたやきさんとももかジャパンさんっていう海外から日本に旅行に来た方を日本食を紹介するっていうね、YouTube されてる方がいるんですけど、その方の動画を見てて、過去に一回出てきた人がまた日本に再来日してくれて一緒にご飯食べようってなってる動画をさっき見てたんですけど、その男性がたやきさん曰く、あれ彼氏が違ってまた女の子が出てるって出てるって言ってたけど、あれ
見てたらあれなんか同じ彼氏だけどちょっとなんか変わったみたいなよくよく見ると昔の出てた動画は70年代風あまり垢抜けてなくて今回出てたのがちょっと垢抜けて80年代になってたっていう90年代ね、ちょっと垢抜けてくのかなどんどんいつ2000年代90年代だからいつこう令和の日本でいう令和に近づくのかそう再3年かかっても速攻でゲルボル消えちゃう。清坂さん昨日枝切りの手伝い長靴の左右履き違いはたまにやってますよね。子供とかよくやってますよ。歩きにくい。宇宙世紀の方のシャア専用ゲルググ、シャア専用ゲルググガンダムベースとかには置いてあるの見るんですけどね、一般発売してるのをあんまり見ないな、そういえば。このタイミングが良くないよね。うん、そうそう、手榴弾サイズいい感じに手のひらに収まる。ゲルググドームは消えるのが早いんですか。ほらギャンはそうね、ギャンはたまに確かに見ますけど、あれ私何切ったこれ。安いの10よね。シードさんいらっしゃいませ、こんばんは、ありがとうございます。まるまるさん小さいのもあるけど、そう大体はこのサイズって。やっぱ全部このサイズすごい大きいね。タイムワープしてきたんですよ、きっとその海外の。J-FOX J-FOX たった何ヶ月かで。あ、まるまるさんその向きで、はい実践しました。抜けましたよ、つるんとつるんと向けてジューシーでした。明るくなった？みなみさん今ここさっき竹田さんいらっしゃいませ、こんばんは、ありがとうございます。この CH を必要だから愛してるのですか。愛しているから必要なのです。俺のマグナム号磨こ磨くキュッキュッ。う。昨日それこそ俺のマグナムどこ行ったって言ったのね。俺のマグナムは俺についてるんじゃないかなってちょっと思ったんですけど、マグナム違いでございました。果汁が垂れる大変。チュルン、そうチュルンって剥けるんですよ。下手やな。え？もう距離感が下手や。ほんと。あもう一回チューって全然なんか画面には収まってますけど、どこまで走らせる？グスタフ・カール、さっき一瞬空目してグフタスカールって見ちゃいました。下にグフがあったからかなレッツ&ゴーの弟の方のミニ四駆なのか冴羽亮なのか、どっちだ。大木さんは冴羽亮なんですか？よくマダムに凝視されてますけど。サイバーでは元気になった時でしょ。うん元気じゃない時でもそうです。凝視される。はい。
身の危険を感じますよね。なんかそんなにずっと見られると。マグナム弾の種類前々さんも思ってました。グフタスカールいや絶対空目しますよ。グフタスカール、グスタフカール。新藤さん、そういえばたい焼きさんのショート動画のコメントで雑だなってデカール重ね張りがどうとか書いてありましたが、良さのわからんやつが何を言ってんだと思いましたよ。大人のコメント返しナイスでした。はい、あれね、もう腹抱えて笑ってましただってさ、最近服屋さんになろうと思ってさ、若い時から勉強しててさ、最近の服のセンスをさ、フリーさんと服買いに行くと店の人はベタ褒めするじゃん、っていうのを知らんわけやろ、その人。そうですね。お前の服のセンス見せてみろみたいな思って腹抱えて笑ってました。すごい。でそのコメントちゃんと見てない。デカールを重ね張りしたら、そのイメージが崩れますよって書いてくれてる人おったんやけど、その前にガンダムマーク2のイメージ崩れてるでしょと思って、それも面白かった、ね、何重にも面白かった、あの人。アムロ専用ガンダムマーク2で、カラバン書いてくれてんねんけど、まあありがたいんやけどね、コメントくれてありがたいんやけど、見てくれてね、雑だなっていうのを書いてるのは多分テールバインダーマガタもやったりするからだと思うんだけど、いいんじゃねって思うんだけどそういうのはあんまり気にしないんで。雑ってじゃあ自分は綺麗にできるのかっていう話ですけど、 MK5 山田さんいらっしゃいませ。こんばんは、ありがとうございます。雑、どこをどう見て雑だと。だから胸の走行図が改造してるの全然わからんのじゃん。赤いデカールは2枚までですよって書いてある。どこの国の話ですかそれもおかしかったこの人天才やなって思って腹抱えて笑ってました。多分ギャグですよ。なあ、狙ってですよ。だってオリジンランドなんか赤いデカール山ほど貼ってますからね。説明書に貼れって書いてますからね。そうね。おかしいな。天才聞いたなと思って。重ね着とかしないんですかね。重ね着せんなよね。あとまあ個人的趣味ですが、カラバに白はちょっとみたいな。ないわみたいな。白い悪魔って知ってるみたいな。それは面白い。だから多分全部ギャグやと思うよね。狙ってるんやと思うよ。高等なギャグですね。狙ってなくてあれしてんのやったら相当面白いよ。さらに面白いよ。天然や。ジミちゃんと一緒やろ。やってるやろ。めっちゃおもろいな、この人。曲がってるのが味なのにって。あなたのを見せてくださいの魅了してくださいの見せてくださいって買っちゃったんや。返事ないね。すごいな。めっちゃおもんない。天才やなと思って。ジミーちゃんになんて思って。すごい。よっぽどカッコ笑いって書いちゃったらよかったなと思って。ダメですよ。それはやめとこう。書きたいところだけど。爽やかな草原のようですねみたいな。草めっちゃサワサワしとるじゃないですか。風が吹いてサワ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 。大変よ。MK さん、自分は転写デカールが超苦手です。必ず歪むし角度がってなる。デカール貼るところにマスキングテープちっちゃくなんか、ちっちゃくというか細長く切ったちっちゃいマスキングテープ貼ると間違いないです。ガイド的に。おお。確かに。私もデカール貼るときにこういう角のとことかね、1枚で1本でラインでこう貼るのを頑張って切らずに貼りたいから頑張るけど切れちゃう。湾曲してるカーブのとことか
頑張って1枚で貼りたいなと思うけど曲がっちゃいますよね。南さん、ジャンパーのステッカーかっこいいって言ってるけど、陸軍と海軍空軍ごちゃごちゃに貼ってるやつ理解しかねしてますかね。おるね、たまに。うんあとこの前芸人さんが言ってたのが、うんすっげえおばあちゃんがピンクの T シャツ着てて、うん、その胸に大きく「ファックミー」って書いてあって意味分かってんのかなって言ってた。それも孫から着せられてるんじゃない？意味分かってんのやったらだいぶ飛んでるねおばあちゃんみたいな。うんまあどちらかというと意味分かって着ててほしいけどな個人的には面白いよね。その年でってなっちゃう。新藤さん、ジムショリーがネオみたいなカラーだとおかしいでしょ。勉強してこいって。そうそうそう。南さん、わらの頭皮まばらになってますって感じ。まばら。お？どっちに切れ目があるかな。皆さんいらっしゃいませ。こんばんは。ありがとうございます。デカール化されてる F1 のスポンサーロゴが大量に貼ってるところがどうなってるのか、ね、知らないんだろうね。さっきウギさん言ったように重ね着したりとか、そのライトがもう、ね、世代的に柄物と柄物を重ねるの嫌いだからしないけど、若い子とかは最近はねガラガラで着るじゃん。柄物合わ IT せてとかの年代だとガラガラやなって言うて、バカにしてたんやけど、今はそうじゃないよね。そうそう、今はね別に柄物で合わせましょうってなってる、なんならデニムオンデニムみたいなね、そういう新しいセンスが受け入れられないんだろうね。なるほど。でバンダイ、まあ、正直昔のデカールちょっとダサいじゃん。だから重ね刃にしてるんですけど思ってね。でかっこよかったらそれ1枚で貼るわ。そうですね。アムロのマークとかもなんかもう縦と横の比率おかしいんじゃんみたいなRG のニューガンダム勉強しろみたいな思っちゃうわけですよ。千秋さんいらっしゃいませ。こんばんは。ありがとうございます。あれでしょなんかただ野放しにというかこう雑だなとか書くんじゃなくて自分がやったのを見せてからやってほしい。匿名だからってダメだよ。そんなん言うたらその人の作品もう一回見てあれここ色違いますよ大丈夫ですかって言い出すよ。誰かのみたいに。そうよ。こことここ同じ色で塗ってますけどこれ湿度が違いますよね。厚み違いますよね。塗るの間違えたんですか。ここ2回塗ってますよね。3回塗ってますよねみたいな。途中から2回塗ってますよねこれみたいな。しかも垂れてる言っちゃうよ俺普通に誰ですかって。ガンダムベース行ってコソコソってグリーさんはひどいからね。プロの作品見てあれプロの人って下処理しないんですかって言ったらそれは大きな声で言うなお前周りに人いっぱいおるやろ。だって外れてからこそっと言えだって子供と一緒ですよ疑問に思ったことあれでおかしいぞみたいな。そうガンダム最大風に飾ってるのを下処理してないぞみたいな。引きがたくさんあるぞいやほらだってね下処理してサフ吹いて塗装するんだよってこう教えてもらってるじゃないですか、それを皆さん実践してるから教えてもらってると思ってるから私は、そりゃあねプロの人は締め切りってあるのよ、ね、なるほど2週間で締め切りなんだって。なるほど。発注受けてから大気みたいに3日でできる人は少ないわけ。そうね特殊能力ですよね。特殊能力3日で仕上げる。ガンダムとか正直8時間あったら箱から出して色塗るまでできる。オリジンとか特にやば面出ししてそうですよね、昨日それこそ
昨日見てたわしゃがな見てたじゃないですか。ね、多分大樹さんがねちょうど見始める前にその話題してたんですけど、 MG を組んだことがないですかね、プラモデルを組んだことがない人が MG を組み立てたらどれぐらい時間かかるんだろうっていうのを言ってて、南さんあれすぐみだから関係ないですありがとうございます。ナイスパナイスパありがとうございます。言ってて、中村さん的にね、声優の中村ゆきさん的には8時間ぐらいかかるんじゃないって言ってたんですけど、でも組んだことない人からしたらやっぱ、時間かかるよなと思ったんですけど、どのぐらいかかるもんですか？ものによるんじゃない？昨日言ってたのはね、でもじゃあ RG か、いや MG か、 MG の昨日見てたのはあれなんですよ、マックスファクトリーさんかなんかのスコープドッグか、スコープドッグの青いやつ、キリコじゃないやつの組み立てをどのぐらいの時間でできるんだろうっていうのをやってたんですけど、今日はマックス渡辺さんに待機ヤフーオークションした時に買ってくれたって話よくするじゃないですか。はいはいはい。マックス渡辺さんがうん待機の作品を何枚も出して買ってくれたんですよ、オークションで、はいヤフーオークションで。ええそれはたまたま店長とうん最速で作ったらどんぐらいでできるやろうって言ってうん作ったキットだったんですよ。うんうん4時間半です。色まで塗って、色まで塗って仕上げしてね、すごっ、トップを解いて、ふわで写真撮ってオークションに上げるまでの時間、箱開けてから上げるまでの時間が4時間半、すごっ、それを素晴らしい塗装技術ですって言ってコメントを別でくれました。おオークションの評価以外でね、ええ直接メールくれいただいて、すごい、素晴らしい塗装技術ですって言われたけど、うん尊敬するマックス和田さんには言われたけど、ガンダムベース福岡の店長には素人って言われました。残念。残念あいつ覚えてろよって、一生忘れんからなんだよ。ガチの音で言ったもんな、あいつ。誰言うとんねんみたいな。すごいよね。そうそう、ストライクドッグ、そうですそうです。初期の MG なら今の1時くらいしかパーツないから貼ってきるけど、最新キットは倍くらいの量がありますからね、そうね、ランナー構成多いですもんね。千秋さんも今から通り見た作る、いいですね。そう、何日かかかると思うんですよね。ほんとそのランナーの枚数とかね、パーツの細かさとかにもよるんでしょうけど。あれさんいらっしゃいませ、こんばんは、ありがとうございます。うりさん、たゆきさん、視聴者の皆さん、こんばんは。ミックスは猫崎ですってマックスじゃなかった、ミックスだった。面白くね。うん。最近の経歴面白くね。ね、すごい。ヤフーオークションでその年とその次の年、2 2年連続で有名なところを全部計算して、うん大気が日本一やったんですよ。日本一が世界一か。ガンプラでね、売上金。はい、日本一。そのヤフ誰ー言うとんねんヤフオク時代の名前言ったらあれなんですか？はい。ヤフオク時代のアカウント名というか。アカウント名はもう昔の話はしないんで。ゆりさん、コンテスト HG で陸戦縛りでしたよね。144分の1サイズね。サイズだけで、だから旧キットでも OK ですよ。そう。サイズと陸戦っていう縛りだけですね。あお、危ない。
バージョン1.0は1500円で一時オリジンと変わらない。売り値は2000円切ってたもんね。やっぱり3割引きとか当たり前にあったから昔は。最近はないですもんね。そんなせんでも売れるからね。むしろ足りないぐらい。よっちーさんいらっしゃいませ。こんばんは。ありがとうございます。最近結構優勝とか1位とかこだわるじゃないですか。こだわる。で実は、はい、トップ10に入ってたやつが、2ちゃんでも話題になってたらしいんやけど、あだ名が斑点っつって、ちょっとそのアカウント名忘れたけど、斑点って言って、エアブラシで、多分スモークブラックかもしくはブラックで、グラデーションを入れようとして失敗してるみたいですよ。まだらに黒がシュッシュシュってついてあるから斑点っていうあだ名やったんやけど、実はその人、1週間に10体ぐらい出してて、売上金、利益は分かんないよ、利益は分かんないけど売上金だけでいうとトップ10に入ってました。おお、すごい。ヤフオクキングって呼ばれた、全国ニュースになったけど、100万超えた人、MG のただのガンダムが100万超えた人、116万やったかな、そのはトップ10にも入ってません。3ヶ月に1遍ぐらいしか出さなかったんで、1個は値段高くなるんやけど、全然売り上げっていうと全然下。番付に乗らないみたいな。これはですね、今日はグスタフカール作ってます。ユニコーンバージョン。グフタスカールじゃないの？グスタフカールの紙ソンのテーマ。すごいですね。番付表みたいな。2位じゃダメなんですか？蓮舫さん。最近よく若い時友達やった国際 A 級ライダー、国際レースに参加できるバイク屋の息子をね、ちょうど見に行ってくれって言われた時に、バイクのレース、行ったら2位やったん。もう侍やったら死んでるぞっていう侍やったら負けやったら死んでるからなって負けの大将じゃお前はって言ったらむっちゃへこんでたそりゃそうだ、へこむわ、シュンってなりそう。名前の元ネタがカール・グスタフ。逆にしただけ。選挙違反行為してる、ダメですよ都知事選に出ようとしてるんだから。国籍が2つあるじゃん、問題解決さん。敵？国籍。いや、してないんじゃないですか二重国籍突っ込まれてましたけどね。その人がどんな人かわかんないわけじゃない。ショートにコメントくれた方もさ、最近はどんな人かわからんで多分してると思う、分かってしてるんやったら超恥ずかしいやんまあね、赤は2箇所までですよ。ノーマルガンダム言うたら腰とお前足両方赤いじゃんおでこもなんなら赤いし、シンコの真ん中も赤いやんち。なんでその赤は2色までですよみたいな。差し色っていうのを勘違いしてるんじゃない。そこでファッション出してくる。差し色ってファッションで言われて2年後にガンプラでも言われだしたんよ。そういうことじゃないから差し色って思うやんファッション勉強してる人からすると、そういうことじゃないんよって
白い。なんでそういう感覚になったかの元も分かるわけじゃん、ファッションの勉強してれば、うんうんピーコに怒られるでおすぎやったおすぎ、いやピーコ、おすぎは映画評論家のピーコやね。ピーコの罰出される罰黒きれがいいってもんじゃないのよって言われるね。ね言われる。サイズ感が大事なのっつって言われるよな。サイズ感が大事って全員言うよな、ファッション、でシルエットで皆さん絶対言うよな、うんうん。シルエットで見て脇の間細なってんのかんの膜靴見てそこやで気重要なづいの。てーって気づいてー。0083カリウス・オットーもオットー・カリウス氏はネタへえ、そんなドンコ西にも怒られるよ確かにすごいね。何やねん本当にファッションの勉強をしてるって商売できるレベルで勉強してるからね、うんうんうんすごい。差し色の赤2色ま差し色って赤だけちゃうからね。で。うん。いろんな色差し色になる。面白いや面白い。ろ。腹抱えて笑ったもん。マジこの所長。素晴らしいですよね。佐伯さんをそこまで笑わかすのってなかなか難しい。なかなか伊勢神宮やったっうん。け？出雲大社やったっ出雲大社。け？出雲大社で社長になった人以上になったゆっくりこけてきたからね。そうそう。ゆっくりこけてて、あらららら大丈夫ってさ、彼氏さんか旦那さんか、いやそんな悠長なと思ったけど。横になったら足エビ取りだとかやな。うん。と思って。あれね切ってるんですけど、私あれちゃんとこれどうしたらいいんですかって聞いてるんですよ、大樹さんに。いやもう知らん、ほっとくしかないっつってだってさ、声かけられても恥ずかしいよね。大輝結構さ、そういうのなんかそういう部分信心深いからさ、そこでこけてるってなんかあるやん。そう絶対ね、絶対おそん前にからなとこで帰ってきてるこからけるってなるやん。絶対なんかしてるやん。関わったらあかんってマジね、本当にびっくりしたもん。急に段を踏み外すって。神社とかではないですけど、たまにその階段とか段をこう意識してる、認識してるのに足が踏み外すことはあるんですよ、脳がバグるのね、たまに。めったにないけれど一回ありました。私も巻き込まれるね、ほんと。南さん、オラの頭ネタで笑いますよね。笑いますよ。頭ネタはね笑うんですよ。なんかね、本能的に面白い。本能的。やばいよね。なんか一回今の大分駅がまだ建て替えられる前、昔の大分駅って今なんて言うんだろう、ホームに上がるのに改札を通って階段を今上がっていってホームに上がるんですけど、昔の大分駅って階段を下ってそうやったね。改札を通ってホームに上がるじゃなかったですか。なので改札に行くまでに階段をね、結構な段数ありましたよね。30段ぐらい、もっとあったか。長いよね。長い階段を地下街に行く感じね。そう地下に降りて一回
通ってホームに上がるっていうことをしてたんですけど、あ、そうそう、階段ないのに勘違いして足踏み出して、そうダンってなったりする感じ。心臓さん何か言いました？頭がどうとかって頭仲間みたいな。そうでね、そあれの今日内藤さん来んの？今日ねサイレントで見てるかもしれないよ。わかんないよ。3年生が揃うとこやキランって光る3年生ですね。スリースターズ。ね、かっこいいな。そうそう、一回地下に上がってねするとこだったんですけど、そのなんか考え事を別にしてたわけじゃないんですけど、階段を一番上の段から降りる時に、私ちょうどその時ヒール履いてたんですけど、踏み外したんですよ。で何段か落ちたんですよ、ダダダダって正座で。でまあ踏みとどまれたから下まで落ちずに済んだし、転げなくてよかったんですけど、なんとかこう踏みとどまったから、すごいちょうど帰る時間帯なんか周りの会社員とかの人大丈夫ですかってすごい心配されて、ああいう時すごい気まずいじゃないですか。それでも V 作戦ですよ。いや大丈夫ですこれはって戦車じゃないのかねぐらいが言ってくれる。いやそういう風に言ってくれてネタが分かってたらね言うけど、ガンタンクっどうもてガンタンクですよ。そんな足開いてなかったし傘とか肩に刺してガンタンクにはなってなかったけどさ、そういう風に言ってくれるといいけどさ、周りもびっくりするじゃないですか。ひげ生えた人来て、それは戦車じゃないのかね言うて言くれる。われたらもうガンタンクじゃないです。その時全然ガンタンクじゃなかったし、今も違うけど。そうね、なんで階段落ちる時正座なんでしょうね。正座でね折りたたまったよ膝が。膝の皿割れんでよかったね。本当に足ひねらなくてよかったし、ヒール履いてたから。よくコキャってね、ひねり癖がついてるんでよく足はひねるんですけど、自分の自虐ネタです。待って通じてないぞ心臓さんと南さんが通じ合ってないわ。眩しかったんかラフ版レフ版か、レフ版みたいに跳ね合ってる。今の君はキラキラに光って何のやつ？知らん。歌もあんまはっきり覚えてないから音程合うてるかどうかわからん。誰か教えてください、今の歌どなたの歌ですか？ハーマズブラックさんいらっしゃいませ、こんばんは、ありがとうございます。ガンプラ頑張ります。今日ははいいらっしゃい。グスタフカール、今グフタスカールって言いそうだった。グスタフカール。反射してますからって宮崎美子の CM に使われた曲ですねって。ジーパン脱ぐやつかな。ジーパン脱ぐやつ、ジーパン CM で脱ぐんですか？そんなエッチい CM があったんですか？青の水着着せて、うんジーパン脱ぐやつじゃねひょビキニーかなんか着てうひょー。世のお父さん方男性陣はうひょーってなるやつ？お入ってる。懐かしいって。リュウレさん、うちの知り合いの誰かは屋根のリフォーム中にスフィンクスの体勢に滑り落ちましたよ。怪我はなかったですがずっと笑ってました。8割としてなんでシューって落ちてきたのかな。まあ、屋根滑りますからね。ティッシュを1枚いただいてもいいでしょうか。鼻から光るものが出てきた。水着になるやつって。うんね。青のビキニじゃなかったっけ。へえすごい。
CM は爆発的にヒットしたので、今の君はピカピカに光ってというタイトルが付けられて新規の曲になったのですっああ、て。なるほど。今の君がピカピカに光ってすごいタイトルよね。うんうんほいー、青系。ね、青やったよね、確か。なんかむっちりした感じ。むっちり。ウリさんみたいお、な。河合直子してる？西城秀樹の妹やったから。そんな売り込みで入った。へえ。むっちりしてる。むっちり。むっちり体型。頭頂部がですかって言います。ピカピカして。そう。2人おるから2人ピカピカ。ピカとピカでピカピカ。反射し合ってる。何とぞさんが来たピカピカピカに。ピカチュウでいいね。反射し合いますね。頭全体ですって。あれですね、オフ会で皆さんが一斉に集まった時に「わ、眩しい」って言わないといけないやつですか？あれは光らしちゃいけない光だってアムロに言ってもゆるさん、河合直子って刃がめっちゃ可愛い、めちゃくちゃ可愛い子じゃなかったですかって。なんかすごい可愛い子やったと思うけど、はっきり覚えてない。なんか本当はおとなしそうなんやけど、父むっちゃでかいんだよ感じの。今父むっちゃでかいアイドルとかグラビアの人なんかちょっと積極的やんか。積極的。じゃなくてなんか控えめな感じ。あんまり前に出てこない。さん、昔の CM は BGM として一部だけしか作られないことが割とありました。それで新規書き下ろすってすごいですね。なんかすごいドリフでそのマネをやってたのを見て覚えてるって言ったりとか。なるほど。ドリフね、一番影響力がありますよね。だね。子供もよく見てる。太陽圏光る。南さん、帽子かぶってますよって大好きがプラさん、いらっしゃいませ。こんばんは、ありがとうございます。ちょっとだけ来ましたって、ありがとうございます。いらっしゃい。いらっしゃい。しのさんが河合なんか興味なかったって。河合なんか松本優が好きでした。ぺったんこやろね。ガリ品マネさん、河合武介の白い恋人たちもほぼ同じ経緯でシングルになりましたって。そうなんですか。あれサビのとこしか最初なかったんですね。よう知ってるねえ、すごい。松田聖子や中森明菜が全盛期。2G のダクツホワイトが完成したけどオーバーサイズで断念。なんか探して作ります。陸戦型コンペ陸戦ね。型ね。それはそれでウリーさんに動画と送ってくれたらお願いします。撮った動画を代わりに。さも自分が作ったように。そうそうそう。大変だったんですよ、ここみたいな。
作ってないのに作ってない、作ったかのように、大変だったんですよねっていうことですみたいなどういうことみたいなえって背景違うよってちょっと手がみんなの力をオラに分けてくれみたいな他力本願すぎるでしょ。みんなの作品の写真をオラに分けてくれみたいな勝手に盗用するみたいな。一応許可制でね。大好きなオペラさん CM ですかって。そう昔のね CM こんなんがあったよねっていう。大工さんがさっきちょっと歌ってて片方のアンテナが短い。あとちょっとほっぺたかわいい。ほっぺたじゃないのこれ。わかんねちょっと犬みたいじゃないほっぺた。ジオン脅威のメカニズム。脅威。胸がねでっかいタイプ。陸戦タイプ。そうそう。砂の汚し入れてピッチングして傷まみれにしたのですが、久しぶりにボロボロにしたので新鮮でした。てるりさん。いいよねボロボロにしたですねそれを同じサイズの144分の1サイズで同じことやる大変。ねコンペそろそろ何するか決めないとですよね。何にしようかな。みなみさんワンワンコワンワンあぶね急に反ってた。あれ PC 新藤さん YouTube 見ながら X も見れるようになった。へえ。リポストああ帰りなさい。 YouTube 見ながら X 見れるんですか。知らなかった。高機動型雑貨を仕上げようと思ったけど宇宙用であることに気がついて選別し直し。いやですね宇宙用高機動型宇宙用だけど陸戦で戦うよっていうストーリー if を作ってもらってもいいんですよ。if も OK にしてたはずです確か。ギャンの相手ガンキャノン2体でいいのか。いいと思われますよ。湿った風が出た寝ちゃっておやもやって言ったの。さ、はい。先月さえ医者のおばちゃんにさはい。四股いっぱい出んねんけどなんでって聞いてんようん。ね黙秘験したやつなんか下向いてみたいな感じだったんやうん。原因が分かったんやはい。昨日かな病院行ったうん。昨日腎機能検査した。ねうん薬もらったじゃんうん薬の効能って書いてるじゃんうん家帰ってちょっと見たんようんむっちゃしっこ出ますって書いてあるお前の仕業やねんかだから調べてうんってなってんなと思ったんようんうんお薬の効果って言えやみたいななんかしっこむっちゃ出るんですけどみたいな聞いてしもてお薬の効能まあでもお薬おしっこむっちゃ出ないと腎機能がねちょっと引っかかってたからおしっこむっちゃ出ますって書いてた出すためのあれなんでしょうねきっと。一個それや
よかったね、謎が解けたね。おしっこめっちゃ出る。水大量に飲むもあるんだろうけど。まあ、大好きガンプラさん、シードフリーダム見てました？どうでしたか？ストポリングさんいらっしゃいませ。こんばんは、ありがとうございます。この間ね、コメントでリクエストいただいたんですけど、ちょうどキットを持ってなかったのですみません。あるキットとかだとね、できることはあるかもしれないんだけど、そんなにね、私もたくさん持ってるわけじゃないんで。ナタリーみたいに作ればいい。うい。ないなら作ればいいじゃない。ミキシングよ。アントワネット。あれよ、アストレイのゴールドフレームとミキシングをね、してほしいって書いてくださって。ない。作る。あ、リックドムズではないんですよ、これ。グス、グスタフカール。今、グフって書いてグスタフカール作ってます。大好きなブランド、すごい良かったですって。よかった。面白いもんね。リックドムを陸戦にしますみたいです。皆さん、水中用を急遽陸戦用に改造したという設定があれば陸戦ですよね。大丈夫です。そうそう。姉さんがね、さっき高機動型ザック仕上げようと思ったけど、重要であることに気づいて、きっと選別し直しって書いてるから、if でいいですよって言ってたんですけど、いいよ、やっぱり。R1 型が陸上用に変換されて使用しますってなんかの漫画であったで。お？じゃあ大丈夫だよ。ロケットみたいに吹っ飛んで爆発するんじゃないかと思って。姉さんいけるみたいだよ。戦場の傷の目とゴックで陸戦してました。いいと思う。水物三兄弟も陸に上がれば陸戦です。空冷の装置を作ればいいおお。水冷じゃなくて空冷です、ね、陸で活動できるように、実は陸でも活躍できるんだぞっていう。さすがにゴックだなんともないでみたいな言わしめないと。ガンプラ漫画のジャブローズスカイでありました。高機動型ザックを改造して陸戦にするって。おたまでもさんいらっしゃいませ。こんばんは、ありがとうございます。ジャブローズスカイ面白かったのにな、今やってないんですか？終わったあ、そうなの？完結した？脳内じゃなくて主人公の脳内の話ああ。水冷。ジャブローズスカイのどっか3社あるよ、タコ。あら、ガンダム系のね、漫画はガンダム系でまとめたんですけど、この間本棚ちょっとまた綺麗にしないと。割とバラバラしてるから。水物を陸に上げるのも面白いですね。ストリーヌさん、ガンプラにハマったのは去年の1月くらいで、ガンダムにハマったのは水星の魔女の時だからガンダム知識があんまりないので間違えました。全然いいですよ。むしろガンプラしてくれてありがとうですね。若い方がね、そういう風にハマってもらうと嬉しいですね。作ってる人じゃないですけどバンダイの人じゃないけど、バンダイの人はもっと喜んでくれると思うよ。実は改造し続けるとグフよりも硬くて同じくらい速かったゴクすごい。グフよりも硬くて速いってすごいですね。
ザクとは違うのだよザクとはっていうランバラルさんがグフと比べないといけなくなっちゃう。グフ違う、ゴックとサラビーだってゲラゴーだからだって近藤版にしちゃえば大丈夫。ただスカートの長さがあまり好きではありません近藤版空軍でも全部回るんですかね、演習。はいなんだはい。投稿って何？写真付きですもん。写真付きでできますよ。写真なしでもできるけど、写真つけたり動画の URL とかもつけれたんじゃない？お、サッタプリーヌさん、明日からまた学校。後から最後まで見返せますよ。アーカイブ残しますので、ぜひお時間あるときにそちらも見てみてください。明日から学校頑張ってくださいね。おやすみなさい。寝るって？うん、明日から学校だから。もう11時だからね。制作者がどうやってするの？そのまま投稿って文章をつけました。動画のあれとかリンクとか貼らなくてよかったですなんか Google さんが投稿しろって来たから投稿しました。使ったんだね。作ったら終わろうかな。学校ね、大変。今水泳の授業とかしてるんだろうな。対空ミサイル担ぐんですか？すごい。あ、大好きガンパラさん、また来れる時に来ました。ありがとうございます。おやすみなさいませ。だ。勝った。明日は水曜日。週の中日ですね。
週末の体育さんのレースが着々と進んで迫ってきてますね。スティンガーっていう肩掛けタイプの対空ミサイルスティンガーとかっていう名前ついてるんですか？昔大分にスティンガーっていうホストクラブがありました今もうなくなっちゃったんで。ロンドンブーツのせいだね。あ、そうなんですか。大分の昔スティンガーとエゴイストっていうホストクラブがあって、エゴイストは最近コロナ禍が明けてなくなったのかな。スティンガーはだいぶ前からなくなったと思うんですけど、すごい名前だなと思って見てた。論文の影響なんだあれ。そっちいや、よし、ちょっと肩まで、このパーツまでですね。でっかいこの人、ゴツゴツしてますね。さあ、それでは11時になったので今日はこの辺で終わりましょうかね。はい、明日もまたちょっと続きをやっていくと思いますので、ウリさん通ってたホストクラブとか行ったことないです。スナックとかはなんか付き合いで行ったことありますけど、ホストクラブは怖くて入れません。営業だったからね。そうそうそう、求人のね。そうなんですよ、求人のねあれなんで存在は知ってるんですけど、でもさすがにホストクラブの営業は男の人がやってました。じゃないと返してもらえない可能性があるから。で、女性は別に夜のお店の営業はスタッフとかキャバクラ行くのは全然構わないんですけど、そこもまたね、声かけられることもあるので、うちで手伝ってみたいなあるから、そこも気をつけないといけないっていうのはありましたね。まあ昔の話でございますよ。そう、スナックウリーは開いてもいいかも。マスターはたい焼きさんですけどね。涅槃マスター。涅槃マスター。口にだけ指示をするみたいな。スナックのママ似合いそう。しかもバスへのスナックみたいな。酒焼けして喋るみたいなのになるかもしれない。スナックの名物なんでしょうね。焼きそばよ。ネハマスターが作る焼きそばめちゃくちゃ美味しいじゃないですか。それパスタ麺で作る焼きそば美味しい。うちの家はそうですよ。なんかもしキッチンスタジオとかがありそうなお店を借りてオフ会をするってなった時は、オフ会のタイトルはスナック売りです蛍光型地対空ミサイル撃ったらもう反動がすごそう。ドリンクバー設置してください。ソフトドリンクも用意しますはい、それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。遅くまでお付き合いいただきましてありがとうございました。おやすみなさいませ。